今回はシャナズの解説です。はじめに、この動画は先行サーバーの情報をもとに作成しているため、正式版では仕様が異なる可能性があります。シャナズはトップクラスの範囲魔法アタッカーです。範囲アタッカーでありながらボスにも高い火力を出すことができ、状況に応じてサポート役もこなせます。さらにシャナズ単体でも性能が完結しているため、どのような編成でも活躍できる汎用性の高さが特徴です。まず、シャナズの固有ギミックを2つ紹介します。1つ目は、シャナズの攻撃スキルは味方をも巻き込むという特徴があります。しかし、シャナズの攻撃が味方に当たった場合、ダメージは 98% 軽減される仕様になっているため、安全に巻き込むことが可能です。この仕様を生かし、セレナやキャメロット、クララなどの攻撃を受けた時に発動するリアクションスキルを意図的に誘発させるといった戦術も可能です。2つ目は小石グラビティというデバフについてです。小石グラビティは、付与されると画面のような電磁波のエフェクトが発生します。このデバフを受けたキャラが衝突ダメージを受ける、または倒された際に発動し、小石グラビティを持つすべてのキャラと、その周囲3マスの敵味方全員に 50% の魔法ダメージを与えます。この発動は1ターンに1回までです。発動条件となる衝突ダメージについては、シャナズのスキルがノックバックメインであるため簡単に満たすことができます。このギミックを踏まえた上で、主要な3つのスキルを見ていきます。1つ目のスキルは、メインスキルであるブラックホールです。指定した範囲3マス内に 50% のダメージを3回連続で与え、さらに範囲内の敵すべてに小石グラビティと8スタックの足かせ粉砕による虚弱を付与します。このスキルで小石グラビティを付与し、そのまま発動させることができれば、スキル倍率 150% に小石グラビティの 50% が加わり、実質 200% という非常に強力な範囲ダメージになります。再行動で連発する場合は、小石グラビティの発動制限に引っかかるため 150% ダメージになりますが、それでも十分な火力です。ブラックホールには敵味方を引き寄せる吸引効果があります。1撃目は中心から3マス先、2撃目は2マス先、3撃目は1マス先の敵を順に引き寄せます。適当に使うだけで十分強いため、実戦でそこまで意識する必要はありませんが、味方も吸引の対象となるため、崖の近くで発動して味方を落とすことがあります。その際はスキルの中心をずらすといった注意が必要です。2つ目のスキルは凝視です。こちらは即時スキルで、敵一体に目玉のマークを付与します。マップ上に目玉のマークがついたキャラがいなければ、1ターンに何度でも即時スキルとして使用可能です。目玉を付与した時点では効果はありませんが、凝視のスキルアイコンが4つの派生スキルに切り替わります。これらの派生スキルはそれぞれ1ターンに1回ずつ使用でき、ターン経過で全て回復します。ただし、派生スキルを即時スキルとして発動できるのは1ターンに1回までという制限があります。また、いずれかの派生スキルを使用した際、目玉が付与されたキャラがフィールド上に残っていれば、そのキャラの周囲2マスに 40% の範囲ダメージを与え、小石グラビティを付与します。4つの派生スキルの効果は次の通りです。1つ目は凝視の付け直しです。対象の位置を動かさずに、その場でダメージや小石グラビティを発生させたい時に使用します。2つ目と3つ目は、対象を4マスノックバックさせるスキルです。目玉が指定したキャラクターに引き寄せられるように動くのが2つ目、遠ざかるように動くのが3つ目です。主にマップ外への突き落としに便利で、5マス先の少し離れた敵も動かせるため、非常に使用頻度が高いスキルです。4つ目の本のアイコンは、目玉のキャラクターと指定キャラクターの位置を入れ替えるスキルです。味方を遠くへ移動させたり、位置調整を行ったりする際に役立ちます。最後に3つ目のスキル、小石星爆です。これは、マップ上の小石グラビティが付与されているキャラクター全員を、距離に関係なく指定した地点へワープさせるスキルです。敵をまとめて移動させることも可能ですが、主に味方を安全地帯へ退避させたり、一気に敵陣へ突撃させたりといった用途で活躍します。事前に飛ばしたいキャラに小石グラビティを付与してあることが条件なので、先ほど紹介した凝視スキルとセットで使う必要があります。続いて、個性の性能です。シャナズは覚醒、原初の力という即時スキルを所持しています。これを使用すると強化状態となり、足元にエフェクトが追加され、
攻撃力が 20% アップし、スキルも強化されます。この状態が非常に強力なため、基本的にはこの強化状態を維持して戦います。強化状態の維持に必要なのが、画面右上に表示される原初の国魂というメーターです。最大で50ポイントまで貯められます。少し複雑に見えますが、国魂メーターの増減は4パターンのみです。1つ目は、パッシブスキルによる10ポイント回復。2つ目は、行動開始時の変換です。所持しているすべてのエネルギーと、5スタックを超過した分の解放を国魂として回復します。解放をすべて消費するわけではなく最低5スタックは残るため、クリティカル率 10% アップの恩恵は保証されます。3つ目は、メインスキルのブラックホール使用時の10ポイント消費。なお、これ以外のスキルでは国魂は減りません。4つ目は、強化状態中の行動終了時における10ポイント消費です。この行動終了時のタイミングで国魂が不足していると、強化状態が解除され忘却状態になります。忘却状態になると1ターンの間、通常攻撃を含めた全ての行動が封じられ、移動しかできなくなります。そのため、国魂を管理して原初の力を維持することが重要です。ただし、星5まで育成すれば自力で国魂の維持が容易になるので、実際はあまり気にしなくても問題ありません。続いて、個性の性能比較を見ていきます。シャナズは陣営オーラと通常オーラの2種類を所持しています。陣営オーラの追加効果は、他の味方を攻撃した際に攻撃力と防御力が 10% 上昇するというものです。現状、味方を攻撃できるのはシャナズとアカンベの親衛隊程度です。シャナズのスキルは味方も巻き込みますが、味方へのダメージは 98% 減少される仕様になっています。通常オーラでは、味方全体の非衝突ダメージが 75% 減少します。これはノックバックで何かにぶつかった際のダメージです。通常は最大 HP の 20% 分の固定ダメージを受けますが、シャナズがいれば陣営を問わず 75% 軽減され、最終的に HP の 5% のダメージに抑えられます。次に国魂の維持能力です。星2では原初の力を使用したターンに限り、行動終了までの国魂消費がなくなります。これを利用して戦術の追撃指令や SPE7 の再行動を合わせると、国魂消費の激しいブラックホールをコストなしで連発できます。星3の効果で、国魂消費後の行動終了時に5ポイントが変換されます。さらに星5になると、行動終了時にエネルギーが追加で4回復します。自然回復分と合わせてエネルギーが5回復し、これが次のターン開始時に国魂5ポイントになります。つまり、星5になると、エネルギー5ポイントと変換分の5ポイントを合わせて、毎ターン合計10ポイントの国魂を自力で確保できます。ブラックホール1回分の消費は10ポイントなので、毎ターンのブラックホールの消費を相殺できます。次に、攻撃力の性能比較です。星を上げるごとに魔法攻撃力が上昇します。シャナズは原初の力を常時使うため、基本的には右側の数値が反映され、星5で攻撃力が 54% アップします。この他にもシャナズは自身のオーラなどで複数の攻撃力アップを備えていて、普段使いでもシャナズ単体で 136% ほどアップします。実際のステータスに当てはめて見ていきます。シャナズ星5のベース攻撃力は、だいたい4500から5000程度です。ベース攻撃力というのは、戦闘前のこの数値のことです。シャナズ単体でも 136% ほどアップするので、戦闘中における攻撃力は1万から1万2000程度になります。さらに、他の攻撃力アップバフを重ねると、理論上は攻撃力の4倍近く、数値にして2万近くまで伸ばすことも可能です。実際にシャナズの攻撃力がどのように変化するかを詳しく確認したい人は、コメント欄に私が作成したシミュレーション用のリンクを貼っているのでよければ使ってみてください。その他の追加効果として、星5では敵の HP が 10% 未満になった際、即座に敵を倒す効果が追加されます。これらを踏まえ、シャナズのおすすめ突数は星5です。攻撃力の大幅上昇に加え、重い国魂コストを自力で解消でき、即死効果もつくため非常に強力です。続いて、おすすめのスキル構成とその運用方法を3パターン解説します。まず1つ目は、手軽に扱える基本のスキル構成です。ブラックホールと国魂の支配者の2つのスキルを固定し、残り1枠を状況に合わせて使い分けます。
シャナズはブラックホールの使用時と行動終了時にそれぞれ10毎ターン合計20のコッコンを消費します。シャナズを星5まで育成すると自身の能力でコッコンを毎ターン10回復できますが、そこにパッシブスキルのコッコンの支配者をセットすることでさらに10回復でき、毎ターンの消費分を完全に相殺することが可能になります。外部からのサポートに依存せず単体で完結できるため、基本的には星1から星5までこの構成がおすすめです。残り1枠のスキル候補は凝視、掌縛共鳴、万象の共振の3つです。ノックバックが必要な場面では凝視を選択します。掌縛共鳴は付属のパッシブ効果がメインです。小石グラビティ発動時に攻撃力が 50% アップするほか、ノックバックが無効なボスなどの敵に対しては全ての攻撃が 50% アップします。雑魚戦からボス戦まで幅広く対応できるため、オート運用にも適しています。万象の共振はシャナズ自身に戦闘終了時まで持続するダメージアップや攻撃バフを付与します。さらにブラックホールなどのスキルを味方に命中させることで味方にも同じバフを付与できるため、パーティー全体の火力底上げにつながります。以上が1つ目のスキル構成です。2つ目は火力重視のスキル構成です。先ほどの構成からパッシブのコッコンの支配者を外して残りの枠数を1枠から2枠にした構成です。この構成は火力を最大限に引き出せるメリットがある反面、デメリットも存在します。コッコンの支配者を外すため、自身の個性による回復分しか得られず、毎ターンコッコンが10不足してしまいます。そのため、この構成を運用する場合は、ルカマールやヘシアンといったコッコンを供給できるサポーターと組ませることが必須となります。以上が2つ目のスキル構成です。3つ目は、味方をまとめてワープさせるギミックメインのスキル構成です。ワープに必要な凝視と小石性爆を固定し、残り1つは火力を出すならブラックホール、サポートに回るなら万象の共振を選択します。以上の構成3つをまとめたスキル構成はこのようになります。基本的にはコッコンの支配者のパッシブを入れたスキル構成が、どのような編成でも扱いやすいのでおすすめです。オートで使う場合は、攻撃バフをつけられる SP ナンナなどがいる場合は掌縛共鳴を選択。攻撃バフのサポートがいない場合は万象の共振を選択すると使いやすいです。火力重視なら2つ目、ワープを使ったギミック運用なら3つ目となります。続いて、モチーフ武器の解説です。星ごとの性能は画面の通りです。結論から言うと、この武器はダメージ面の強化がメインになるため、必須というわけではありません。ただ、装備させることでクリティカル率が上がり、高いダメージを出しやすくなるという明確な強みがあります。モチーフ武器の最大の特徴は、ノックバックやワープ効果のある攻撃の前に、敵に2種類のデバフを付与できる点です。中でも重要なのが、1つ目のデバフである命運です。このデバフが入ると、敵の被ダメージと受けるクリティカル率が、それぞれ 10% から 20% アップします。注意点として、デバフ自体は永続ですが、被ダメージとクリティカル率アップの効果が乗るのは、デバフを付与したキャラクターからの攻撃のみです。味方全員の攻撃に効果があるわけではない点に気をつけてください。もう一つのデバフが衝突虚弱です。これは、ノックバックで何かに衝突した際のダメージが 10% から 20% アップする効果です。命運とは異なり、こちらは全ての味方が与える衝突ダメージに効果が乗ります。ただし、ダメージの伸び幅は若干であり、ボスにはほとんど効果がないため、基本的には命運のデバフレベルを重視するのがおすすめです。これらを踏まえたおすすめの凸数は、命運のデバフレベルが上がる星1、星3、星5です。遠征メダルで狙う際のセット内容は、いつも通り3セットでの交換なら、早くても8月からになります。セット内容の組み合わせは、シャナズと公式から次回予告のあるキアンシルで、残り1体は現状未定です。遠征メダルで交換する場合は、キアンシルのモチーフは汎用性が低いので、副産物として汎用性のあるモチーフ狙いの場合は最後の1体次第となります。続いて、おすすめ装備の紹介です。画面一番下の表は、星5装備でクリティカルダメージを基準とした場合の比較表です。星5以外で比較をしているものは各装備に、その星の数を表示しています。ダメージ基準としているのは、武器がシャナズモチーフ、
装具はお守りです。まず武器についてですが、最もおすすめなのはシャナズモチーフです。モチーフ以外の代用武器としてはほうきや拡散プリズムです。表にある通り、シャナズモチーフ星3とルパタモチーフ、サマンサモチーフはどれも似たような最大ダメージが出ます。ただし、それぞれ運用条件が異なります。サマンサモチーフは戦闘開始直後の1ターン目限定であれば、クリティカルが出やすく高いダメージを叩き出せます。しかし、2ターン目以降はこのように極端にダメージが落ちてしまいます。ルパタモチーフの高い数値は、クリティカルによって着火が付与された時のダメージです。着火がないとこのようにダメージが落ちるため、ヘシアンのようなクリティカルをサポートできるキャラクターと組ませる運用がおすすめです。その他の装備についても触れておきます。コバレモチーフは、シャナズの攻撃判定が1回の攻撃につき3回ある仕様を生かし、広範囲の敵にレベル1のデバフをばらまく運用が可能です。ハスナモチーフは、移動力目的でワープ構成に組み込む使い方が考えられます。ただし、シャナズ自身には解放を獲得する手段がないため、ルカマールやヘシアンのサポートが必須になります。なお、コバレモチーフとハスナモチーフのダメージ量は、どちらも2ターン目以降のサマンサモチーフと同程度です。次に装具です。おすすめはお守りです。それ以外であれば、盾やマント、砂時計などが候補になります。移動力アップを重視するならファフニールも選択肢に入ります。タロットは状況に合わせて付け替えます。敵が多いステージなら悪魔、クリティカル率を補いたいなら正義、それ以外の場合は魔術師がおすすめです。刻印は剣と杖の組み合わせがおすすめです。続いて、相性の良いキャラクターと編成例の紹介です。シャナズと組み合わせる候補となるのは、まずはオーラ持ちです。シャナズ自身も陣営オーラを所持していますが、ルカマールや SP サマンサの陣営オーラの追加効果を重ねることで、さらにダメージの底上げが可能です。次に国魂の回復です。解放を付与できるルカマールやヘシアンと組ませると、国魂を大幅に回復できます。クリデンザ、SP イナンナ、ターエルは国魂の回復量こそ若干落ちますが、十分候補に入ります。そして最高動との相性についてです。シャナズには、星2から原初の力を使用した行動内において国魂を消費しないという能力があります。そのため、原初の力を使用したターンに、再行動をすれば何度ブラックホールを使用しても国魂を消費しないので、SP イナンナや追撃指令との組み合わせが非常に強力です。通常のイナンナの再行動は原初の力を使用した後なので、国魂消費なしの恩恵が受けられないためここでは外してます。火力目的で再行動をかける分にはおすすめです。ただし、イナンナと SP イナンナで毎ターン、フルに再行動をかける場合は、ルカマールやヘシアンがいないと、すぐに国魂不足になるので注意が必要です。続いて、具体的な編成例をいくつか紹介します。一つ目はエラマン編成です。こちらは単体、範囲のどちらにも対応できる汎用パーティーです。ルカマールで敵に虚弱をばらまき、ヘシアンで火力アップなどのサポートを行います。SP イナンナの再行動は、ボスに大ダメージを与えたい場合はシャムスに、周囲の敵を一掃したい場合はシャナズに付与するといった使い分けができ、バランスの取れた構成になっています。二つ目は、ターイルを採用した国魂サポート編成です。こちらは主に、ルカマールやヘシアンを所持していない場合、あるいは片方しか編成できない場合の代用として機能します。エネルギー回復だけでなく、行動順の遅いシャナズの行動順を上げたい場合にもターイルは使えます。3つ目はオート用の編成です。オート進行の場合は、範囲攻撃を持つキャラクターを中心に組むと効率よく戦闘が進みます。この編成では、状況に応じてニーティア、またはシャナズに SP ナンナの再行動を付与します。HP の低い敵が散らばっているステージでは、広範囲のニーティアに、HP の多い敵が密集している場所では、広範囲かつ高火力のシャナズに再行動をかけることで、敵を効率よく殲滅できます。シャナズをメインアタッカーとして最大限活かす編成はこのような感じになります。実際にこの編成で動かし方を見ていきます。まず、ヘシアンでクリティカルや解放バフを付与します。次に SP ナンナで攻撃力アップや再行動のバフをかけ、ルカマールの範囲攻撃で敵に虚弱を付与します。
SP サマンサは何らかの行動をして成功オーラを維持しておきます。ここからシャナズのターンです。遠くにいる敵に対しては即時スキルの凝視を使って引き寄せます。その後奇襲指令と追撃指令を使用してダメージアップを図ります。準備が整ったら原初の力を使ったターンでは骨根消費がない状態を生かして3回連続で強力なスキルを叩き込みます。最後にイナンナの再行動でもう一発スキルを叩き込みます。このような流れで1ターンの間に非常に高いダメージを叩き出すことができます。最後にシャナズのまとめです。シャナズは広範囲への殲滅力とボス戦にも対応できる高い火力を兼ね備えたトップクラスの魔法アタッカーです。最大の強みは単体で性能が完結している点にあります。自身で火力の底上げやリソース管理ができるため特定のサポーターに依存せずオートから高難易度まで様々な編成で活躍できます。これまでトップクラスの火力を誇っていたトリスタやオーギュストは主に単体攻撃であり、高い火力を維持できるターンに制限がありました。一方のシャナズは、それらを超える攻撃力と同等のスキル倍率を持ちながら、広範囲攻撃として撃つことができます。シャナズ自身にも忘却状態という制限はありますが、これは星上げや編成によって解消可能です。つまり、ほぼ制限なしに序盤から長期戦まで範囲攻撃で高火力を出し続けることができるため、現環境における文句なしの最強アタッカーと言えます。また、火力だけでなく、遠距離から使えるノックバックも非常に便利です。育成の目安としては、骨根の自己管理が容易になり即死効果も追加される星5が目標となります。しかし、星が低い段階であってもスキルの組み合わせや味方のサポートでリソースを補えるため、育成途中からでも実戦に投入しやすいキャラです。強力な魔法アタッカーが不足している方や、様々なコンテンツで安定して活躍できるメインアタッカーを求めている方には、特におすすめできる性能となっています。以上で今回のシャナズ解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。